最近買ってよかったガジェット、暮らしのものというテーマで今回は様々なアイテムをご紹介していきたいと思います。早速ですが1つ目はこちら、プレダクツのリグガジェットアームとマグネットガジェットアームです。直近のデスクツアー動画の中でも一つのパーツとして触れたこちらのアイテムなんですが、僕が使っているプレダクツのデスクのモジュールの一つになります。天板やシェルフの裏面についているレール、これを使って様々なモジュールを固定できるプレダクツのデスク、他のモジュールがしまうとか設置するみたいな側面が強い中で、この2つに関しては可動式のデスクアームマウントです。デスクやシェルフのレールに固定する形で使うことができるんですが、この2つ大きな違いは先端部分のパーツです。リグガジェットアームに関しては先端に様々なネジ穴がついています。このリグによって様々なガジェットを固定できるようになっているんですね。小型のウェブカメラとか、あとはモバイルディスプレイなんかも相性がいいんですが、僕がつけているのはコンデンサーマイクです。YouTube でこうやって撮影するとき基本的にはピンマイクを使っているんですが、こんな感じでくっつけることによってアームとかスタンドを使用せずにマイクをデスクに固定することができるようになりました。見た目がまずめちゃくちゃスッキリしますね。ある程度の範囲で伸縮するので、基本的にはコンパクトに使う時だけ口元に寄せて集音することができるようになっています。モニターアームとかマイクアームみたいなのが正直そんなに好きじゃないんですよね。なんかこうガジェットっぽさ、テックっぽさが出ちゃうので、今までの中で一番コンパクトかつスマートにマイクの定位置を決められたなというふうに思います。そしてもう一つのマグネットガジェットアームに関しては、先端はいわゆるリング状のマグネット、マグセーフなどに対応するような構造になっています。iPhone などの対応機器はそのまま付けられますし、 iPad とかその他のデバイスでも裏面にマグネットのリングをつけることによって自由に着脱できるようになります。この2つ、先端以外は同じ構造になっていて、このボールジョイントかつヒンジ式で本当に自由に角度や高さを調節できるようになってるんですね。締め具合も自分で調節できるので、ガジェットの重さに合わせて適宜使いやすいように調節することができます。マイクを高い位置で固定することもできますし、 iPhone をくっつけて Web 会議の連携カメラとしても使用することができる、そのくらいの自由度の高さがあります。耐荷重は 500g となっていて、僕の手話のマイクがギリギリくらいの重さですね。でもマグネットの方に iPad Pro の13インチとかをつけていらっしゃる方もいて、そこそこの重さに耐えられるかなと思っています。デスクの使い方をかなり広げてくれるような製品ですね。作りがね本当にしっかりしていて、めちゃくちゃ好みです。よいしょ。続いてはこちら、直近の動画でもご紹介したんですが、このカメラ、富士フイルムの XE5、そして同時に購入した XF35mm f1.4 のレンズです。本当に最近8月末に発売されたミラーレスのカメラなんですが、まずこの所有欲を満たされるようなこのデザイン性ですね。アルミの削り出しで高級感があって、かつクラシックな見た目が本当に持っていて楽しいですね。本デジというにはちょっと大きいかもしれないんですが、それでもミラーレスカメラとしてはコンパクトな部類に入ります。約4020万画素ということで、もう風景から日常のスナップまで幅広く使用することができます。やっぱり富士フイルムといえばフィルムシミュレーションですよね。僕はもうこの機能が大好きです。富士フイルム独自のある種フィルターのようなものを使って様々な種類のフィルム調の色作りが楽しめるというような機能なんですが、このフィルムシミュレーションの切り替えはなんとアナログのダイヤルになっています。なのでカリカリ回して選んでいくのも楽しいですし、普通はお気に入りのフィルター1個見つけて使うと思うんですが、状況に合わせていろんなフィルムシミュレーションを楽しめるっていうのも、この富士フイルムが提案する独自のカメラの楽しみ方かなと思います。手ブレ補正機能もついていて、動画性能も充実しています。なので僕自身これ、普通に写真機としてメインでは使うんですが、家ではサブの動画機としても使用することを考えています。 6K とかまでちゃんと動画撮れますし、めちゃくちゃメインで使うというわけではないのであれば十分対応できるスペックかなと思いました。で本当はねこれのレンズキットを購入したかったんですが、ちょっと僕は予約戦争に負けてしまったので、今回は僕の好きなレンズである 35mm f1.4 というレンズをつけています。 APS-C のカメラなので標準域、人間の視野にかなり近い広さの絵が撮れるんですが、これによっていろんなものを撮っていくのは本当に楽しいですね。もっとコンパクトなカメラはもちろんあるんだけど、この絵はこのレンズじゃないと作れないなというような感じがありますね。
重さは本体だけでも 450g、 レンズをつけると多分 600g ちょいぐらいにはなるんですが、荷物が負担になることになっても結構な頻度で持ち歩きたいようなカメラになっています。詳細はぜひ概要欄から動画のレビューをご覧いただければと思います。今のはこの写真機として、サブ機としてのこの XE5 の話なんですが、続いては今撮っているこのニコン ZF というカメラについての話です。もう一つレンズを増やしましたというのがこちらのレンズになります。ストロックスの 50mmF2.0 エアーという製品です。 Z マウントなので、基本的にニコンのカメラ用のレンズですね。さっきの XE5 でも話しましたが、この人間の視野角に一番近い換算 50mm くらいのレンズっていうのが僕結構好みなんですが、ニコンのねレンズってなんかちょうどいいその 50mm のレンズがないんですよ。なんかこうめちゃくちゃ大きかったりめちゃくちゃ高かったり、なんか程よく使えるものがないなということで、サードパーティーも含めて検討した結果、僕はこちらの、このビルトロックスのものにしました。お値段なんと3万円と、純正のものに比べてもかなりリーズナブルになっています。今まで 40mm のもう少し薄型のものを使ってたんですが、やっぱね 40mm ってねちょっと広いんですよね。僕にはもちろんよく撮れるんですが、なんかこの広さがどうしてもこう雰囲気ごと切り取るのにはなかなかね僕は使いにくいなとちょっと思ってしまいました。たかだか 10mm の差ではあるんですが、結構この違いは感じます。ちなみに今この絵を撮っているのも、だいたい 50mm くらいで撮っています。何よりも他のレンズに比べてかなり軽くてコンパクトな点が気に入っていますね。それこそ直近のシンガポール旅行などではこのレンズを使って写真を撮ったりしていました。基本的に家での動画はズームレンズの方がどうしても便利なので、軽くて小さい単焦点はどちらかというと旅行向きかなという感じです。さっきの XE5 も散々褒めましたが、 ZF もかなり気に入っているカメラなので、これをしっかり活用できるレンズとして今後もいろいろと愛用していきたいと思います。続いてはこちらです。はい、Apple の AirPods 4 です。去年の9月に発売されたイヤホンですね。オープン型という、イヤーチップがなくて耳を密閉しないタイプのイヤホンになっています。にもかかわらずノイズをカットしてくれるんですね。僕ちょっとイヤホンが苦手な部分はあるんですが、その最大の理由として何より耳が蒸れるんですよね。なーっつって書きたくなる感じ、多分あるあるだとは思うんですけど、それがないにもかかわらずノイズキャンセリングがついているということで、ちょっとね一度は試してみたかったモデルでした。実際ノイズキャンセリングの効果は結構感じます。地下鉄の雑音、ガーッという轟音とか空調のサーッというような音、ホワイトノイズみたいなものも含めてかなりちゃんとカットしてくれます。ただ結構ね高音というか人の声とか音楽は聞こえるので、カフェに入っていてエアコンの音は切ってくれるんだけど、近くにいる人の喋り声だとか店内 BGM みたいなのは聞こえるくらいのカット感ですね。一般的なノイズキャンセリングだと結構頭耳が疲れるという方とか、あと歩きながら使うことが多い人でどうしても車の音とかに気づけないのが怖いみたいな方にとっては結構ね最適に近い選択肢なのかなとも思います。ただどうしてもイヤーチップとかがないのでフィット感には劣ります。僕もねランニングを外でする時とかちょっとつけていくの怖いなというふうに思いました。頭の揺れとかによってファーッと飛んでいっちゃいそうな感覚はあります。ただ防塵防水の機能も IP54 ということで、そこそこですね。運動とかにもちゃんとつけて汗とかで水没するようなレベルではないかなと思います。もちろん AirPods なので Apple 製品との連携は本当に素晴らしいです。自分の持っているデバイスであれば全て再生した瞬間にその端末に切り替わって音楽や動画再生、通話を続行できるようになっています。 AirPods はイヤホンではなくて耳を拡張するための装置だなんて歌い文句も聞いたことがありますが、確かにその理由もうなずけるなと改めて思いました。何点を挙げるとしたら、今話した揺れ動きで飛んでいっちゃいそうという点と、あともう一つがバッテリー持ちですね。公式でもノイズキャンセリング込みで4時間程度の再生というふうに言われていて、ケースに戻す頻度もそうなんですが、ケースごと充電する機会も2日に1回か3日に1回くらいないとちょっと不安だなという感じがあります。ただ僕の場合はこの充電をかなりスマートに行えているんですね。こちら USB-C だけでなくワイヤレス充電にも対応していて、 Apple Watch の充電器とかで、充電することができます。僕はこの充電器を先ほども話したプレダクツのダッシュボードに、つけています。専用のユニットみたいなものを 3D プリンターで印刷して、そこに充電器をつけて裏面にカポッとマグネットの吸着によって充電できるようにしているんですね。もう帰ってきたらそこにセットするだけなのでめちゃくちゃスマートです。この 3D データはプレダクツの宮沢さんが制作したものになっていて、無料で公開されていてダウンロードできるようになっています。3D プリンターをお持ちの方で気になった
方はぜひ概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。続いてはこちらです。バング&オルフセンのベオサウンド A1というスピーカーになります。ポータブルスピーカーの、サードジェンということで第3世代ですね。僕が最近好きな音はバウアース&ウィルキンスとかバング&オルフセンとか、そういったなんか低音重視とか中高音重視とか、そういう強調するようなポイントがあるのではなくて、生音に近いんだけどそれをなんかさらにちょっと全体的に上乗せしてリッチに聴かせてくれるような、そういった音が好みです。一応ポータブルスピーカーなのでケーブルを挿さずに単独で使うことができるようになっています。重さは 576g、 ちょっとね手に持つと重いのでポータブルっていうほどポータブルではないんですが、でも旅行とかアウトドアに持っていけるようなスペックではあるかなと思います。24時間連続で再生できるくらいのバッテリーと IP67、 さっきの AirPods よりも少し高いくらいの防塵防水設計なので、そういった外出時アウトドアシーンではかなり役に立ちそうですね。マルチポイント接続にも対応しているのでかなり高機能です。僕もこれ普段はデスクに置いて、ある種デスクスピーカーのように使っているんですが、なんで有線ではなくワイヤレスを使っているかというと、シンプルにですね様々なデバイスで再生したいことが多いんですよね。今スマホから流したいなとか、パソコンから流せた方が便利だなとか、結構シーンによっていろいろとあるので、それに対応できるマルチポイント接続っていうのはかなり気に入っているポイントですね。こちらの製品ちょっと今まだやってるかわからないんですが、僕の購入時にはこんな感じの専用のスタンドをオプションとして選べるようになっていました。本当にプレゼントという形で色も選べましたね。このスタンドは有名な仮木製になっています。オーク材を使っていて、スピーカーをはめるとこんな感じ、可愛いですよね。この革の紐の部分との相性もバッチリです。僕のデスクにもかなり雰囲気がマッチしますね。そんなわけでスタンドも含めてかなり気に入っているスピーカーになっています。そしてガジェット最後はこちら、 Vlog 用のカメラとしても人気の DJI Osmo Pocket 3のこのお尻の部分についているこちらのアクセサリーです。実はこれまたさらに分解ができて、よいしょ、この2つの製品から構成されています。ウランジの PK11 と PK08 という製品ですね。本当にこの Osmo Pocket 3専用のアクセサリーとして開発されています。まずこの Pocket 3に直接つけるこのお尻の部分について紹介すると、こちらが PK11 という製品ですね。専用のアダプタなんですが、純正品にある充電とかデータ通信用の USB Type-C の機能、そして三脚穴を付属するこのアダプターみたいなものがあるんですが、これと全く同じ機能を搭載しながらもこれだけ薄くなっているんですよ。ある種完全な上位互換と言ってしまってもいい気がします。これによって側面から USB-C を充電しつつ、そして下の三脚穴もしっかりと配備できるんですね。でこの三脚穴につけるのがコンパクトな PK08 という三脚になります。これも DJI から純正品の三脚が出ているんですが、それと比べてかなりこれもまためちゃくちゃコンパクトになりましたね。三脚としてお尻にくっつけるんですが、この三脚の展開において純正品は手で広げる必要があるんですが、この Osmo Pocket に関してはちょっと力を入れて置くだけ、バネによって開閉がコントロールされるので、もう本当に置くだけで自立するようになるんです。これもまたね、割と完全な上位互換と言えるかなと思います。両方ともアルミ製なので、本体よりもなんならちょっと丈夫な雰囲気すらありますね。本当にこれ早く知りたかったなという感じです。Osmo Pocket 3を愛用されている方はかなり必須に近いアクセサリーかなと思いました。はい、ということで、以上がガジェットになるんですが、続いて1点だけちょっとインテリアアイテムを紹介させてください。というのもこちらです。おそらく最近の動画で変化してちょっと見慣れないものがあるなと思われた方も多いんじゃないでしょうか。こちらがですねポスターになっているんですが、直近シンガポール旅行で購入したものになっています。ウォーキングトゥゲザーという作品で、このタイトルにある通りシンガポールとベトナムのデザイナーの2人の共同作品になっています。ただそれ以上の情報がね全然出てこないんですよ。本当にネットで調べてもろくに引っかからなくて、結構僕もねどういう作品なのかどういう経緯のものなのかっていうのがあんまり把握しきれていないです。でそれでも気に入ったのはこのあまりにもシンプルなグラフィックですね。これアルファベットの I なんですが、実は購入する際に様々なアルファベットを選ぶことができるようになっていました。僕がなぜこの I を選んだかというと、もう本当にね I という文字自体に意味はないんです。この見た目です。規
科学的なフォルムで、言われれば愛なんだけど、人間にも見えるし単なる図形にも見えるし、このポスター B1 サイズとかなり大きめなんですが、これを飾るために使っている額縁もちょっとこだわったものを使っています。高橋の低反射ライトフレームという製品です。実はですね、今これ照明をこっちから光が当たるようになってるんですが、お気づきの通り反射していないんですよ。実はこの表面部分にはマット調の加工がされていて、これによって光の反射を抑えてくれるんですね。パソコンとかの低反射ガラスフィルムとかをつけてる方はわかると思うんですが、若干画質が落ちるというか、ちょっとこう曇ったような印象にはなってしまうんですが、見やすくなったり写真や動画を撮った時にも、光が邪魔にならなかったりと結構メリットが多いです。なので僕は持っている他のアートフレームに関してもこれに順次切り替えていきたいなと思っています。サイズ展開やカラーバリエーションも様々なので、いろんなインテリアとかね、アートポスターに置いて活躍するかなというふうに思っています。ぜひこういったポスター類持っていらっしゃる方は検討してみてほしいなというふうに思いました。そしてちょっとねマッチョメンみたいに見えてなんか紹介が難しいんですが、こちらのプロテインシェーカーも実はおすすめアイテムの一つです。デリシャスフィットというところから出ている 300ml のプロテインシェーカーになります。通常、いわゆるザバスとかの一般的なプロテインシェーカーって 500ml の容量なのでちょっとこれより大きいんですよね。通常プロテインって 200ml から 250ml くらいの容量の水を使うので500もいらないんですよ。300くらいの容量があれば全然こうシェイクするにも十分なので、できるだけコンパクトに抑えたいと思って、こちらを購入したという感じです。実はこの手の製品以前にも動画で紹介したことがありました。無印良品のもの、特にこれデザイン性で結構気に入っていましたが、高さが抑えられるというよりはこう太さが細くなってたことによってシンプルに洗いにくくなってたんですよね。最初はでもデザイン気に入ってるしなと使ってたんですが、やっぱだんだん面倒くさくなってきて結局使わなくなってしまいました。なので、正直このロゴとかねなくてもいいなとか、このプラスチックの蓋の部分がちょっと安っぽいなとか思うところはあれど、でも機能面でこれ以上のものがないなということでこれを使っているという感じです。口はそこそこ広いので、僕くらいの手の大きさでもしっかり中まで手突っ込んで、スポンジで洗うことができるようになっています。もちろんこの手のシェーカーにはあるように、軽いですしパーツも少なくて洗いやすいですし、本当にね便利ですね。僕は毎朝運動後にこのプロテイン飲んでるんですが、荷物の中でもかさばらずに持っていくことができるようになりました。では続いてはちょっとファッション領域みたいなところも喋っていこうかなと思います。まずはですね、動画でも紹介したこちらのマースティックのトートバッグになります。トートバッグ18という名前の通りで18リットルの容量を持ったトートバッグですね。でこのマースティック本当にねルックがめちゃくちゃいいんですよ。ウェブサイトからちょっと見てみてください。めっちゃかっこいいです。じゃあバッグについて触れると、この外側というか、このフロントの部分には大きなメッシュポケットを配しています。正直使わないというか、そのまま置いておくのがベストなくらいのかっこよさなんですけど、例えば外出していてアウターちょっと暑くて邪魔だなという時にもうさっと入れてしまえるくらいの、そのくらい柔軟に使えるようなポケットになっています。ただこのメッシュポケット以上にメインのポケットがガッと大きく開くんですよね。本当に大きな開口部で、僕はパソコンとかも普通に入れちゃって使っています。中には一応小さな小物用のポケットもあるんですが、これもあんまり使わないかな。本当にこういろんなものを雑に突っ込んでおいてそのまま出かけちゃうというような使い方が多いですね。この開いた口はドローコードによってさっと絞って、中をね締めることができるようになっています。厚くもなく薄くもないくらいのナイロン生地で、リップストップ加工もされているので、いろんなものを入れても、重さでこう破れたりっていう耐久性みたいなところは、全然問題ないかなと使っていて思います。でもねやっぱ見た目がかっこいいんですよね。この真ん中に入ったシルバーのリフレクター、これも含めてめちゃくちゃいいアクセントになってるかなと思います。で先ほども話したようにトートバッグとして、こんな感じで肩にかけて持ち運んだり手で持って使ったりもできるんですが、ショルダーベルトもついていてショルダーバッグとしても使えるんですが、ちょっとねやっぱこのベルトが細めなので重い荷物、それこそパソコンとかを入れると
肩に食い込む感じが結構きつい、痛いんですよ。重いものを入れても耐えられるくらいに太めとかクッション性のあるベルトを探してたんですが、結局行き着いたのはこちらのベルトでした。このモコモコ素材のベルト、僕の好きなトポロジーのブランドのショルダーベルトになっています。好きなブランドを勝手に組み合わせてしまいました。いわゆるこのダウンのパックのような感じのベルトになっていて、機能面ではもう十分すぎます。今までかなり重さを感じていたんですが、これショルダーベルト1本でもパソコンとかタブレットとかいろいろ入れても全然耐えられるくらいになりました。食い込むことは一切ないです。で、その見た目のインパクトもなかなかですよね。見る人によってはもしかしたらね、ってなるかもしれないんですけど、僕はかなり気に入っています。むしろこの機能面をファッションにちゃんと落とし込んでいるようなベルトだなというふうに感じました。本来もちろんトポロジーのバッグにつけて使うような製品なんですが、こんな感じでもう普通に機能的なベルトとして他のバッグに換装して使ってしまうのもありかなというふうに思います。で、ちなみに一応ですね、水を弾く素材になっていたり、あとトポロジーのこのでっかいロゴがここにあるんですが、これも反射素材になっていて、多分暗いところで光をちゃんと反射します。でもこれはね、主張でかいんで僕は裏面にして使っちゃってますね。とはいえ本当に僕はこれによってお気に入りのトートバッグが完全体になった感覚があります。バックパックを使うことも多いんですが、定期的にお気に入りのバッグを切り替えて使っています。続いてはこちらの T シャツ、白 T ですねと思ったら、これもですね、全く同じものを今着ていました。フレッシュサービスの2パックコーポレートショートスリーブ T ということで、ブランド定番の2枚組クルネック T シャツになっています。フレッシュサービスは架空の運送会社をテーマにしていて、この運送会社の商品としてとか制服として重機としてみたいな感じで様々な製品を展開しています。アパレルが多いんですが、ライフスタイルブランドと言っていいと思っています。本当に衣食住にまつわるいろんなライフスタイル全般のプロダクトを展開していますね。このね、ブランドとしての程よいカジュアル感というか、なんかドメブラ感というか、なんかバチバチに決まりすぎてないんだけど、でもちょっとこだわっている雰囲気、この絶妙な距離感に僕は結構共感しています。で、このコーポレート T、 実は去年ブラックを購入していたんですね。本当にある種気を使わないもう定番の T シャツとして僕は対応していました。で、同じものを同じサイズで購入したんですけど、結構ね、なんかシルエットが違うんですよ。なのでなんかちょっと変わったのか、もしくは僕が違うものを買ってるのか、わからないんですが、いわゆるオーバーサイズの T シャツで、肩も落ち気味、着丈も長めです。本当にリラックスした印象ではあるんですが、この首周りに関してはしっかりとキュッと詰まっているんですね。なのでだらしなさがなくて、なんか不格好に大きいもの着ましたというような雰囲気ではなく、しっかりとスタイルは保ってくれています。生地は 6.2 オンスの厚手のコットン素材なんですが、なんかいわゆるなんかヘインズの B50 みたいなガサガサした粗い質感ではなくて、ちょっとしっとりとした綿の素材の柔らかさを感じるような生地感ですね。ただ厚みはあるので、1枚でも全然着れるような T シャツになっています。で、これ完全な無地の T シャツではないんですよ。ちょっとこれなんか書いてありますよね。ここにスペックのプリントがワンポイントとして入っているんですね。もうこの機能をデザインに落とし込んでる感じが僕はもうたまらなく好きなんですよ。僕が持っているホワイト、ブラック、そしてあとネイビーとかもね、展開されています。耐久性も高いですし、着回し力みたいなものも十分高くて、1枚でもちょっとしたワンポイントもあって、もちろんインナーとかとしても使えるっていうかなり万能な T シャツですので、僕は現状の白 T のマイ定番になっていますね。ぜひぜひ白 T 選びに迷われている方、夏に限らずオールシーズン使えるものなので、ぜひ検討してみてください。よし、続いても T シャツです。こちらマーガレット・ハーウェルのプリント T になります。これもまた柄が可愛いというかね、難波が好きそうというか、オーガニックコットン製のジャージー素材の T シャツになっていて、これはね、さっきの T シャツと比べても比較的薄手に感じるんですが、でも貧相な感じがないんですよね。生地の光沢感もあって高級な印象もあります。で、この柄の部分に関しては、過去にマーガレット・ハーウェルが展開していたシルクスカーフ柄を組み合わせたオリジナルのコラージュプリントなんですね。これもまたなんか1枚で着てもいいですし、インナーとしても使いやすいような程よい主張ですよね。シルエットは結構ゆったりとしています。袖も長めなので5分袖といった印象ですかね。半袖よりもやや長いです。
首周りが若干緩めな点だけ注意は必要ですが、それでもねちょっと柄が僕は気に入りすぎていて愛用しているという感じです。僕が購入した時点ですでに数がだいぶ限られていたので、もしかしたらもう売ってないかもしれないんですが、気になった方は概要欄に一応リンクを貼っておくので、チェックしてみてほしいなと思います。よし、続いてはこちら。動画でも着たことありますよね。これもまた僕が好きそうな、メゾンスペシャルの8オンスデニムプライムオーバーレイヤリングショートスリーブシャツという名前のデニムシャツですね。はい、になります。8オンスの、ライトデニム生地を使っていて、薄手と言いつつでもね結構厚手ですね。それこそさっきの T シャツが 6. 何オンスなので、それに比べたら比較的厚手のざっくりとした質感にはなっています。製品名にあるプライムオーバーというのはこのメゾンスペシャルのブランドが展開している一つのシルエットの名前ですね。結構大胆なオーバーサイズのシルエットで、モードな印象とか他のブランドにはなかなかないような雰囲気を出してくれてます。この独特のシルエットは僕がメゾンスペシャルというブランドが好きな理由の一つでもありますね。オーバーサイズなんだけどだらしなくないし、斬新な切り返しとかがいろいろある感じ。胴回りも大きくゆったりと取られているので、トップス1枚着るだけで雰囲気がガッと上がります。オーバーサイズと言いつつ着丈は通常丈くらいになっています。もうこれもまただらしなさの低減につながってますね。でやっぱり何よりもこのデザインというかね、切り替えの特徴がやっぱいいですよね。間のこのネイビーの部分はナイロン素材を使っています。めちゃくちゃカジュアルな生地感とか色味なんだけど、でもカジュアルになりすぎない、ちょっとモードに振る感じ、これが好みで、割とブラックとかホワイトが多い僕の服の中ではちょっと気分が変わるアクセントになるような服になっています。カラーバリエーションはこういった切り替えが目立ちやすいネイビーの他にワントーンのブラックのものもあるので、着やすい方を選んでもらえればと思います。でもう一つですね、こちらパンツも1着購入しております。パブリック東京のエバークリースデニムワイドパンツという、これもまた去年実は買ってるんですよね。ちゃんと最近はもう服の定番というかお気に入りみたいなものが決まりつつありますね。同じものを色違いとかで購入しがちです。前に折り目センタークリースもついているので、ちょっとスタイリッシュな雰囲気もありつつ、でも裾が広がっていてフレアっぽさもあるように見えて、横から見るとズドンと太い、もうね靴のサイズぐらい太いんですよね。僕フレアパンツとかね結構似合わないんですけど、そんな自分でも履ける、程よいストレートなシルエット、ここら辺がね結構気に入っているポイントですね。ワイドパンツなのにスマート、特徴的なんだけど合わせやすいようなそんなシルエットになっています。でエバークリースという製品名にある通りで、このセンタークリース真ん中の折り目の部分は半永久的につき続けます。洗濯してもつきます。これがあるだけできれいめな印象にガッと寄せられるというのも気に入っていますね。ウエストのゴムも入っていて、イージーパンツみたいな、軽やかな履き心地で、ちょっとねベルトはつけるんだけど、でも多分なくても最悪いけるかなという感じ。ポリエステルが混じった生地なので、独特の光沢みたいなのもあって、デニムなんだけど一見デニムに見えないんですよ。そこが気に入っていますね。ある種スラックスっぽさもあるような本当にきれいめなパンツになっています。でもコットンだから洗いやすかったり履きやすかったり耐久性が高かったりシワがつきにくかったり、メリットは本当に豊富ですね。グレーも履き続けていますし、これもまた愛用していて、本当にね僕のトップスがどんどん定番化固定化されてきてます。はい、以上がファッション関連ですね。最後はですねちょっと本をご紹介しようと思っていたんです。僕小説とかは読まないので、基本的に読む本っていうとビジネス書かカルチャー雑誌になるんですが、最近読んでよかった本1冊目はこちらです。始める力、著者は庵野貴博さん。はい、名前でピンとくる方もいるかもしれませんが、チーム未来の党首の方ですね。起業家でもあり AI エンジニアでもあり SF 作家でもあり、そして今参議院議員でもあるというような庵野さんの今年4月に発売されていた本になります。最近深津貴之さんのポッドキャストを聞いていて、でそれで庵野さんが出されていた本があったというのをそこで知って、庵野さんと深津さんのポッドキャストの掛け合いもめちゃくちゃ面白かったので、そこで購入してしまったというような本なんですが、こういうビジネス書って割とよくあるとは思いつつ、庵野さんのこの本は、AI 時代という切り口でこういった一般的なテーマについて切り込んでいるというような感じです。やり始めさえすれば、あとは AI でどうにかなるようなもん
だから、まず何よりも始める力、そしてそれを続けていくっていう終わるまでやめない力、そこら辺が能力として重要になってくるよねっていうのを、なるほどなるほどと、浅い僕は共感しておりました。実際僕も動画でも出したんですけど、チャット GPT 使ってね、なんかアプリっぽいもの1個じゃないか2個ぐらい作れたっていうのもあって、本当に AI に対する興味とか可能性みたいなものはすごく感じていて、今後もねそういったコンテンツをちょっと出していきたいななんて思っているところなんですが、なんかこう苦手意識があるような方でも興味の取っかかりとしてもいいのかなというふうに思います。これ気になった方はまずはさっき言った深津さんのねポッドキャストを聞いてみるのもいいかなと思います。ぜひこれも下の概要欄に Spotify のリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。結構ね話難しいんだけど面白いです。よいしょ。そしてちょっと近い感じかもしれませんが、こちらの本2冊目は歩くマジで人生が変わる習慣という本です。池田光文さんというニュースピックスの記者の方による本ですね。僕最初ねこれ見た時に歩くといいことがあるのはそれはなんとなくわかるよみたいな、なんかこうちょっと斜めに見ちゃうんですけど、でもちょっと気になって読んでみると面白かったんですよ。本当に普通に。これもねビジネス書のようでビジネス書じゃないんですよね。業務効率化のメソッドも書いてあるし、なんかこう生き方とか人生における考え方みたいなのも書いてあるし、科学的な論拠に基づいたいろんな話も書いてあるし、著者の経験も踏まえつつかなり一般的な話に落とし込まれてる。なんか何とも言えないな。メインのテーマは本当に歩くことがどういう風なメリットをもたらすかという話なんですが、よく言われますよね。現代人は座りすぎだと。この本の中でいろいろと歩くメリットは言われているんですが、その一つとして創造性が上がるというふうに言っています。ウォーキングしながらミーティングしてみようみたいな話とかね。で実際僕もちょっとこれに影響を受けて家を出てもう近所をひたすら歩くことにしてみたんです。2、30分くらい歩きながら音楽を聴いて独り言をちょっとブツブツ喋りながら思いついたことをひたすらメモ取ってると、座ってるだけでもなんなら立ってるだけでも得られなかったような気づきというかね、アイデアがいろいろとパンパン出てきたんですよね。なんかうさんくさいですけどちょっと読んでほしいですね。僕も2日3日くらいでガッと勢いで読めちゃったのでぜひぜひおすすめです。そして最後はですね、ちょっと今後ろに置いている本なんですが、映像作家写真家である林京太郎さんの写真集になってるんですが、まずね僕はこの方の作品がものすごく好きなんですよ。こう人気のミュージックビデオ作家といえばというと多分林さんの名前は間違いなく上がってくるくらいの存在感なんですが、僕もねなんかこの MV なんかいいなあれと思ってクレジット見てみると林京太郎さんが手掛けてますっていうね、やっぱりみたいなことが結構多いんですね。僕が特に好きなのは独特の色使いですね。なんかこうどうにか再現しようと試みた時もあるんですけど、やっぱり無理。風景を切り取るだけじゃない独特の味みたいなものをすごく感じます。ぜひ YouTube とか Instagram で作品見ていただきたいんですが、そんな林京太郎さんが、作品展を、同じタイトル「ほがらかに」というタイトルで最近やられていたんですね。僕も作品を結構バーッと見ていたんですが、その場で購入してしまいました。本当に気になった方ぜひインスタからまず見ていただければと思います。僕が一番好きな映像をやられている方ですね。でこの写真集自体は数が限られていてオンラインでも一応販売はしてたんですが今まだ残ってるかな。ちょっと概要欄の方からチェックしてみてください。ということで改めて最近買ってよかったものをご紹介していきました。便利ツール的なものからかなり自分の趣味みたいなものも含めて幅広くご紹介しましたが、気になったものありましたでしょうか。こういったざっくばらんなベストバイ的なまとめを最近していなかったんですが、もし何かご意見等あればぜひぜひコメント欄の方でお寄せください。このチャンネルでは他にも物やガジェット、ライフスタイルに関する様々な動画を上げていますのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上なごみけでした。では。